医学は必ず敗北するんだよねって、必ず人間は死にますからね。男が命かけてやる仕事がね、必ず敗北するなんて許せないと。永遠に医学が勝利する道はここなんだと。アメリカがん協会、そこで発行している書籍なんかでも、今までの価値観が変わりましたって言ってる人がみんな韓国にしてるんです。一つ一つがありがたいと思えるような心境になれるんだと。それを信じて、それをやってください。そうすると、自宅や病院で病に苦しんでいる時にゆったりと繰り返して読める本が欲しい。そういうニーズを受けて本書は編まれた。病の時に読む言葉後書きより。病気の時は日常生活の時に当たり前にできていたことが不自由になってしまったり、普通に働くこともままならなくなってしまったりします。私は一体何のために生まれてきたのか。ベッドの上で天井を見つめながら、そのように考えたことがある人も少なくないはずです。私たちは病の苦しみとどう向き合っていけばよいのでしょうか。今回は世界的に有名なニューヨークのがん研究センターで研究員として抗体を開発するなどの実績を持つ医学博士の砂田博信さんにお話を伺いました。現在、幸福の科学の出家職員である砂田さんは、心の医者として病気などで苦しむ方々に向けて講演やセミナー活動を行っています。砂田さんはなぜ世界でも有数のがん研究センターで一流の基礎医学の研究をされていらっしゃったのに、幸福の科学に出家されたのでしょうか。はい。それはあの世で約束してきたからっていうのが本当の答えなんですけれども、実はまだ日本で研究してた頃に、私の息子にお父さんはねすごい仕事してんだよって自慢したくて、研究室に連れてきたことがあるんです。ところがその3歳の息子がですね、お父さんの仕事って立派なんだ。でも医学は必ず敗北するんだよねって言うんですよ。3歳の息子はそんなこと言うはずありませんよね。必ず人間は死にますからね。医者がどんなに病気治しても必ず敗北するんだって。それはね、否定しがたいけど、絶対そんなのことはあってはいけないって私は思ったわけですよ。だって男が命かけてやる仕事がね、必ず敗北するなんて許せないと私は思って、その答えを探し始めたんですよ。これはアメリカ行くって言って私はアメリカ行きました。その当時はもう有物論のゴリゴリなんですよ。宗教そんなものね。で、神様いるわけないでしょっていう、家内はまだちょっと純粋だったんですよね。1986年の7月ですけれども、私日本に帰りたいって急にわがまま言い始めるんですね。大川隆法総裁先生がお仕事を辞められて、幸福の科学の始める準備をされたのが7月15日。大川隆法総裁先生が幸福の科学を立ち上げたその後に、家内がもう一回言うんですね。私やっぱり日本に帰りたいって。で、不思議なことにその時に私は、これは日本に帰る準備しなきゃいけないと思うんですよ。これが不思議なんですけど、帰ったのが1987年の3月ね。3月の7日には大川隆法総裁先生が第1回幸福の原理、講演会幸福の原理を終えた後なんですよ。で、私は父親に約束通り3年で帰国しましたって挨拶に行った。うちの父親がよく帰ってきたっつって、後ろから出してきた本が大川隆法親鸞上人の霊言なんですよ。で、不思議なことに有物論の私がこの本を読んだらものすごく納得するんですよ。それで後で大川先生に教えていただいたのは、大川先生が言われるには、私が幸福の科学を始めるまでは宗教に興味なかった人ありますよね。はいはいはい、私ですって。それは理由があると。守護霊が変なところに首突っ込まないようにね、宗教に興味ないように蓋かけてました。で、私始めたから全部それご会長になりましたって。
納得したんです。すごく納得しました。そういういきさつがあったので、これ何今喋ったかというと、私のストーリーというよりも、もし皆さん、この YouTube 見てくださってる皆さんの中にもね、そういえばあの人に声かけられてもらってこのビデオを見てるって人も多分いらっしゃると思うんだけど、いや、偶然じゃないですよ。あなたもこの YouTube を見て幸福の科学と縁ができることを必ず約束してきてるから、それは私はもう 100% 実感として伝えたくて今これ話しました。人間というのはこの世に魂修行のために生まれてくるって大川先生が教えてくれたんですよ。やっと分かったと。これが永遠に医学が勝利する道はここなんだということを初めて分かって、私はもうこの道に命かけようと。私が医学と宗教の架け橋を作って多くの人々に病気は治した方がいいよ。だけど魂をね、向上させていくっていう大事な仕事を医者が守ってくれたんだから、あなたは最後までそれを全うしなさいよっていうことを伝えたくて幸福の科学の職員だったっていうことですかね。人間は永遠の生命があると。で、その永遠の生命が肉体に宿ってこの地上で魂修行をする。その過程で実は病気とかいうものも克服していかなければいけないっていうことのために医学は貢献しますと。で、最後は死ぬ時に恨みつらみ苦しいかななんていうことで死んでいかないように、最後も医者と看護婦さんがそこを介在してあげると。ほとんどお坊さんのお仕事ですよ。宗教家のお仕事と同じなんですが、こういうことを教えてもらったということですね。では死んでからも病気はあるんでしょうか？それとっても大事な質問で、答えとしてはあるんですよ。まず第一に死んでから病気しないようにしなきゃいけませんよってことを言いたいわけ。魂がね。だから病んだまんまあの世に帰ると、それが実現化してきますからと。ここが一番大事なんです。ですから幸福の科学、あるいはどっかの神社に行って病気併誘祈願をしました。で、神様に祈ったのに病気が治らなかったっていう人がいたとすると、いや、まだまだ悟っていませんよって。この世で病気を治すのに生まれてきた人なんて一人もいないんですよと。魂を向上させるために生まれてきてるんで、幸福の科学の祈願をすれば魂が癒されてるから、ちゃんと心を反省と感謝でね、満たした人は病気はあの世に帰ってしません。だけどもそういうことを信じられないなんて言って病気さえ治ればいいんだってやってる人はまだその領域に行ってないので、まだ人を恨んだりした気持ちを持ったままあの世に帰ると、それが消えるまで病院に収容されるっていうことですね。では例えばがんになっている方は魂が病んでいるからがんになっているんでしょうか？この世で生きるのはストレスがあるんです。がんになる人は心にしがらみがあります。で、それはいろんなこの世の医学でもそこはもう半分ぐらい見つけてるんです。どういう人ががんになりやすいとかっていうと、大体いい人がなりやすいとかって、これはスタンフォード大学なんかでもね研究成果が出てますけど、いい人っていうのはもう私さえ我慢すればねいいって言ってこう溜め込むような人です。それは正義感から人をこう裁いてる人も、それから自分さえ我慢すれば家族がみんな楽になるって言ってやってる人も、良かれと思ってやっても自分の魂にとっては非常にストレスなんですね。で、このストレスを解放してあげると病気が治るという意味では正しくて、罪があるからとか悪い人だからがんになるってことでは決してないんです。むしろ逆にいい人である方ががんになりやすいという、研究成果もある。それはさっき言ったようなことですね。ではそうしたがんになられた方はどのように回復していかれるのでしょうか？2つのキーワードがあります。反省と感謝。幸福の科学でも信者の方でがんになられて、そしてそれを克服された方たくさんいらっしゃるんです。で、そういう方々に共通しているのは反省という方法があるんですけど、これは単にごめんなさいっていうそういうものではなくて、もうちょっと本当の意味で
魂のそのしがらみ、私さえ我慢すれば家族は幸せになるんだとかって言って、そうやって溜め込んだこのこわばった状態ですね。で、これが仏の光をブロックしたりするんです。光が肉体に届かなくなって、そこが病気になるっていうことが起きるんですね。病巣を手術で取り除くとかっていうのをやってもいいですが、元の光を遮ってるものを取り除かないとがんは治りません。で、それをどうやって取り除くんですかっていうと、これが反省ということで、消しゴムのようにですね、人を憎んでた気持ちも、それから自分さえ我慢すればとかっていう自分を責めるような思いも全部光を弾くんですけど、それを消しゴムで消して、で、いや、ありがたい。で、私がこういう子供を授けていただいて、わがままを言う子供だけども、でも嬉しいとかっていうふうな思いを全部変えていくんですね。そうすると光がスーッと通り始めて、ありがたいっていう感じが溢れてくると、実はがんが治るっていうことはたくさんいます。アメリカがん協会っていう学会があるんですけど、そこで発行している書籍なんかでも、がんを克服した人の体験談があるんですけど、私が見ると、この人反省完成してるってわかるんです。もうありがたいって気持ちでね、溢れてるんです。で、今までの価値観が変わりましたって、こういうことばっかり言ってる人がみんながん克服してるんです。で、東海も同じです。そういう目でもう一回過去の医学の業績見直したことが一度あるんですが、1970年代に九州大学の診療内科、診療医学っていうのを初めて立ち上げた池見裕次郎先生って人。この先生が出している論文を見ると、がんが自然に消えた人はいると。これは否定できないと。何が原因で治ったかはわからない。ただ、一つだけ共通していたのは、人生観が変わってたっていうことを言ってる。反省したらがんが治るってことを知らない人も反省と同じことをしたら治ってた。こういうことを全部合わせると、もう証拠は十分揃いましたっていう感じなんですね、私から見ると。だからがんは治ります。ただ、こうやったらがんを治るんだねって言って反省感謝すると、ちょっと待って。あなたはがんを治すために反省やってるの？そうじゃなくて、もうちょっと魂の器を大きくし、多くの人を理解し、愛せるようになるためでしょってことに気づかないと、まだまだ修行が足りないからもうちょっとやってごらんっていうこともあります。反省と感謝についてもう少し詳しく教えていただけますか？はい。本当は幸福の科学の支部と精舎に行ってちゃんとやってほしいっていうのが大正解なんですが、入り口だけ申し上げますと、去ることを知るっていうかな。不平不満言ってたけど、いろいろ与えられていたんだってことに気づくことが、実は反省の始まりなんですよ。幸福の科学で信者になっている方は、正心法護っていう経典いただいていると思いますが、そこに実は人生は病の時があると。で、奪うばかりの愛ゆえに不平不満の種尽きず、己何故に生まれしか疑問の日々は続くなりとあるんですけど、この意味に絡めてちょっとお話ししたいと思うんですね。先ほども言いましたように、病気を治すために生まれてきてるわけじゃないですよってことに気づきなさい。己何故に生まれてきたんだと。それは魂の器を大きくし、そして悟りを上げて多くの人に愛を与えられるようにするためだ。これに気づくのと逆が、奪うばかりの愛ゆえに不平不満の垂れ尽きないという状況なんですよ。で、一人ちょっと例を挙げた方が分かりやすいので、ある幸福の科学のこれ信者さんだったんですけれども、がんが全身転移して、もう何も治療法ないと。抗がん剤だけはあったけども、手術もできなければ放射線もダメっていう人がいて、実は抗がん剤治療は受けました。で、家族は信者さんだったので、ご本尊を持ち込んでですね、お父さん感謝しなきゃダメよって言うんだけど、そのお父様はね、会社経営されてる方で、感謝そんなもんぐらいやっとるわってこういう方だったって私に教えてくださったのね。ところがね、須田さん、私は感謝できてなかったって言うんですよ。もう肺に転移してるから、これ息もうまくできないでしょ。そうするとうどん、昔だったらツルツルツルっとうめえなってこう食べてたのが
うどんを吸えないんですよ。で、それがこう、反省、感謝して病気が良くなっていったら、このうどん一本すすれるのがこんなにありがたいことだって今わかるんだよって言うんですよ。だからこれが感謝でね、当たり前のことに感謝できますかっていうことを問うていただきたいんです。もう一つ例を挙げた方がわかりいいと思うので、これもある幸福の学の信者さんなんですけれども、私が両親に対する反省と感謝っていうセミナーをしてたら、これもテーマはね、当たり前と思っている親に与えられたことに感謝しましょうっていうことなんです。だから基本は当たり前と思っていることにどれだけ感謝を発見できるかっていうことがテーマなんですけれども、で、その一人に伺ったら、私間違ってましたと。私はお母さんがいつも授業参観に来るときに髪の毛が他のお母さんよりもね、美しくないと。服装もすごくダサいと。だからもう来ないでっていつも言ってたと。でもお母さんは来ると。だから来ないでっていうのはなんで来るのって喧嘩してたらしいんですね。ところがこの研修を受けて反省、感謝ってことを少女でやってみると、実は思い出しましたと。私は修学旅行の積立金を一度も滞納したことはありませんと。いつでもお母さんがこれ持ってきなさいってくれたと。友達で滞納してる人もいましたと。それから私が、消しゴム、お母さん消しゴム買ってって言うと、はいっていつも買ってくれたと。つまり自分の教育、修学旅行の積み立てだとか、給食費だとか、そういうものは一切苦労なくお金を貯めてくれていたんだってことが分かりましたと。女性だからね、美容室にもそれ行きたいでしょうけど、3ヶ月に1回とか半年に1回やってるから全然センスのない髪型してたと。あるいは服装もね、本当は女性だからこれ素敵と思って買いたいものがあるだろうけど、それを我慢して子供の教育費に当てたってことが分かって、大泣きしてるんですよ。だからこういうふうに、普通は大体ありがたいことに感謝するんだけど、いやいや、ありがたくない。なんであんたが私の同僚なのって、例えばこういう人に、あんたは同僚でいてくれて私はありがたいってことを発見できるまでいかないと本当の感謝じゃないんですね。で、こういうことを実践するのは、やはり指導者がいないとなかなか難しいから、まず信仰をちゃんと持って神様はありがたい世界を作られたんだと。で、その感謝の発見のたびに生まれてきてるんだというこの前提を信じないといけないでしょ。で、これを信仰って言います。で、それで指導者に導かれて、じゃあ具体的にどうやってあんたの場合には、それって不平不満じゃないの？で、そこにはもうちょっと違う意味がないの？とかってこう誘導されながら本当に感謝ができるようになるので、言葉は簡単です。反省と感謝で病気が治ると言いましたけど、結構深い話がありますから、どうか真剣に幸福の科学で修行なさってください。そのために生まれてきたんですから。病院のベッドでもできるような方法とかはないですかね。はい。いや、いい質問してくれてありがとうございます。この病の時に読む言葉っていうのがあるんですけど、これをぜひ誰かに買ってきてもらって読んでください。毎日毎日。で、先ほど言ったような一つ一つが、ありがたいと思えるような心境になれるんだと。それを信じて、それをやってください。そうすると、投薬されている薬がもう10倍効くようになるし、手術の予後も100倍良くなるし、お母さん、お父さんか知らないけど、変わったねってお見舞いで言われると、もう病気の治り始めですよ。で、医者にもぜひ退院するとき、先生、これいいですよ。これ読んだおかげで先生の治療がもう私聞きました。ありがとうございますって言って退院できるような人になってほしいと私は思ってます。ここにね、あなたの病を癒すヒントっていうのが本がありましてですね、何度も何度も10回、20回と読んでいくとね、これはベッドの上で仕事から自由になったとかってそんな意味じゃなくて、病気になる前は何食べてもいいし、行きたいところはいつでも行けたと
こういう自由があったんだってことを気づくんですよ。あの自由はあるってことはありがたいことなんだと。では自分はその自由をね、どうやって使ってたんだったら自分のために使ってたと。この自由で人に愛を与えて何か人のためにやろうっていうふうにこの自由を使ってないで自分のためにやってた。そっか、これを気づくために今自分はベッドの上にいるんだ。分かった瞬間にね、ハラハラと涙が出てきて、そして神様、病気は罰じゃなかったんですね。私すごいものを発見しました。こういうふうな心境になるまでやったらね、ほとんどの病気治ります。10回、20回、一人で読んで、それがありがたいと思える瞬間が来るんだということだけを信じてやれば、あなたも全員反省、感謝の達人になれます。この本にはそれだけの力があります。光はあるんです。そこに気づいたらドワッと光が出てくるからね。これは信じた方がいい。その信じるのを信仰って言ってますけど、まずは神様の作られたそういう世界を信じて、天正輪廻で自分は病気を治すためになんか生まれてきてるわけじゃないんだと。でも今は病気だと。でもそれを通して感性と反射の力をもう最大限に増やして、これからは多くの人のために愛を与えるために神様はもうちょっと命与えてほしいんですけどって願える自分になりたいんですって願えばね、なりますよ。なります。神様がいるならなんで病気という苦しみがあるんですか？去年なんですけど、急に私失明したんですよ。病変をただ取り除けばいいっていう医学からはちょっと卒業していただいて、いかに魂を向上させていくかっていうだけの話だと悟っていただきたいと